こんにちは、つんです。前回の動画でお話しした通り、オンラインで購入した IKEA の家具が届きました。春はね、模様替えをしたくなる季節ということで、前回はフェイクグリーンやクッションカバーなど、プチプラの小物で気軽な模様替えをしましたが、今回は久々の大物です。寝室の家具を新調します。6畳という狭い寝室を圧迫していたこの家具は、長いことね、防災グッズを入れていたんですが、前に靴の収納を見直したら、全部玄関に移動することができたので、めでたく中は空っぽになりました。前の家からかれこれ20年以上使っていた家具なんですが、今回さよならすることにしました。収納するものがないなら、本当は撤去するだけでいいんですけど、ここには姫が毎日寝る場所があるので、それを撤去するわけにはいかず、同じ高さをキープできる家具を探していました。そしてサイズ的にぴったりだったのが IKEA のスモースタードウォールキャビネット。本来は壁に固定して使う家具なんですけど、IKEA のカスタマーセンターに相談したところ、おすすめはしないけれども足を取り付けることはできるということで、自己責任でカスタマイズすることにしました。IKEA の家具って組み立てが難しいっていう人結構いますよね。で、結論から言うと、思ってた以上に大変でした。何がそんなに難しいのか、どこでつまずきやすいのか、レビューをしながら組み立てていくので、これから IKEA の家具を組み立てる予定があるっていう方の少しでも参考になれば嬉しいです。はい、では早速組み立てていきたいと思います。まずはね、パーツや付属品が揃っているかをチェックします。そして次に組み立て方を一通り読んで、頭の中でシミュレーションをします。皆さんご存知の通り IKEA の説明書っていうのは文字が一切なくて、全てイラストの図解のみ。収納家具は似たようなパーツも多いので、イラストに書いてある穴の数とか位置を頼りに向きを間違えないように確認しましょう。はい、説明書通りにステップ1から組み立てをスタートしました。外枠はね、穴に差し込んで組み立てるタイプでした。ギュッと差し込むだけで簡単でした。4枚のパーツすべて差し込んだだけで外枠が完成。背面はベニヤかなと思うんですけど、かなり薄い板だったんですが、これもスムーズに差し込めました。背板の固定もね、このプラスチックの2つのパーツを差し込むだけでした。これは楽でいいですね。ただ、順調に進むかと思いきや、全然入らないところが2箇所ありました。ここも入りません。仕方なくトンカチで軽く叩いて事なきを得ました。早速少々の難点はありつつも、ベースの箱自体はあっという間にできました。はい、次は棚板を取り付けていきます。これね、一応可動棚なんですけど、後から高さを変えるのがちょっと面倒な作りだったんですよね。なので、あらかじめ入れたいものに合わせてセットすることにしました。そして棚受け金具を付属のネジで留めるんですが、ネジが全く入っていかない。下穴がちょっときついみたいで、もうごめんなさい、これ撮影のアングル考える余裕なかったです、この時。もう全力で打ち込んでなんとか取り付けることができました。棚板には穴が開いていて、がっつりはめ込むタイプなんですね。で、これがまた一筋縄ではいかなくて、1箇所だけすんなり入りませんでした。他のところはがっつり噛んでるので、外すのにもね、ちょっと力がいるんですよね。
体重をかけて押し込んだら入りました。可動棚とはいえ、いちいちネジを外さないと棚の位置を変えられないっていうのは面倒ですよね。差し込むだけのダボにしてほしかったなと思いました。はい、では次に扉を取り付けていきたいと思います。ヒンジとセットする穴はぴったり入りました。しかし、ここからが一番大変でした。またしてもですね、このネジが全然閉まらないんですよ。電動ドライバーを使っても全く歯が立たなかったんですよね。で、この後ね、何度トライしても全然ダメでした。しかも1箇所だけじゃなくてヒンジ4つとも入らなかったです。もう仕方なくドリルで穴を開け直すことにしました。ちなみにドリルを使うのは今回私初めてで、足を取り付けるために用意しておいたんですが、まさかヒンジの取り付けに使うことになるとは思っていませんでした。はい、そして穴を開け直したらすんなり止められました。下穴が小さいというのは致命的ですよね。これドリルがなかったら多分ここで積んでましたね。そしてヒンジを本体側へ取り付ける時も手動ドライバーでは止められなくて、やっぱりここでも電動ドライバーのパワーが必要でした。IKEA の家具を組み立てる時はこの電動ドライバーがないと大変かもしれないですね。ちなみに私が使っているのはボッシュの IXO5 って読むんですかね。今はもっと新しいバージョンが発売されてますが、小さくて軽くて使いやすいです。充電式だから場所を選ばず使えます。ビットもセットになっていて6000円ぐらいで買いました。初心者用だと思うんですが、家具を組み立てるには十分です。用途に合わせた別売りのアダプターも結構豊富にあって、今回買い足したこのドリルアダプターは3000円でした。概要欄にリンク貼っておきますね。はい、こうしてやっと扉の取り付けが終わって、あとはもう足をつけるだけと思ったら大間違い。最大の難関はここからでした。この扉にできた隙間とか位置の修正をヒンジのネジで調整する仕様になっているんですが、上下左右前後それぞれに対応するネジを回せば微調整できるっていうのは頭では分かってても、説明書通りに回してるはずなのにね、これが全然うまくいかないんですよ。一箇所直れば他がずれてたみたいな感じで全く終わる気がしませんでした。この IKEA のヒンジの調整っていうのはね、難易度が高いんですかね。問い合わせも多いみたいで、IKEA のサイトには解説動画もアップされていました。そのヒンジの調整が終わりそうにもないので、先に足を取り付けることにしました。今回買ったのはエイケト用の足です。スモータードはね、ウォールキャビネットなので、これ足つけるのは自己責任ですね。取り付け位置を測るプレートが付属していました。スモータードには使えなかったんですが、これでネジの穴の印をつけるっていうことは、エイケとも下穴は開いていないってことなので、最低でもやっぱり切りは必要になりそうですね。個人的にはドリルの方が楽でおすすめです。はい、足は3箇所ネジ止めしていきます。ただね、この1箇所がね、すごい止めづらかったんですよ。ドライバーと干渉してまっすぐ打てないので、これおかしいよなと思ってはいたんですが、この木の部分を回せば外れる仕様だったみたいです。これね、説明書には書いてなかったんです。設置した後にたまたま見たブログで知ったので、これは時間がある時にやり直そうと思います。はい、次に足の高さを微調整できるパーツを差し込んでいきます。これはね、マイナスドライバーかコインで締めるタイプでしたね。取り付けた後で思い立って、これ転倒防止のために前を少し高くしておこうと思ったら、一箇所びくともしませんでした。仕方がないので他の足と付け替えました。
こうやってね、一つの工程ごとにいちいちつまずくんで、ほんと心が折れそうでした。そして先ほど後回しにしていたヒンジも、やっぱりね、これ何度やり直してもダメで、マックスまでネジを回したら、ヒンジが真ん中から外れてしまいました。取り外してまたこれもやり直し。こういうやり直しだらけでやたら時間かかりました。扉はね、隙間の方はなんとかなったんですけど、高さが合いません。もう紐どっぷりくれてしまったので、ここでタイムアウト。取っ手をつけて一旦終わりにしたいと思います。今回選んだのはドラグスマルクっていう商品で、工具不要ではめるだけというお手軽な取っ手です。厚さ 16mm の板に取り付けることができます。これはね、簡単で良かったです。取っ手が欲しいところに便利かもしれないですね。はい、ということで、なんとか作り終えたので寝室に移動しました。一人でね、運べる重さでした。しかしIKEA の家具はね、つまずきポイントが多くて大変でした。自信がない方は有料なんですけど、初めから組み立てサービスを利用するっていう点もあります。で、寝室の家具を新しくする関係で、その他にも必要なアイテムをいくつか買ったのでご紹介したいと思います。まずは、姫が寝床まで上がるためのキャットステップ。初めてクリアタイプを買ってみました。これは石膏ボードにピンを刺して取り付けられるタイプです。こういう紙のガイドが入っているので、取り付け位置も迷うことがありません。IKEA の家具と違って、もう一切つまずくことなくサクサク取り付けられました。安定の日本製です。あとは姫が使ってくれるかどうかですね。ちなみに、以前設置した猫ベッドは残念ながら一度も使ってくれないので撤収することにしました。ゲルテープで留めていたので現状回復はできました。そしてこれは姫の新しい寝床候補。IKEA のウートソットという商品です。IKEA のね、カラックスシェルフ用のキャットハウスなんですが、単体でも使えそうなので買ってみました。これは気に入ってくれそうですね。そしてまたしても姫の寝床候補です。これね、IKEA のを買った後に見つけてしまって、こっちのがサイズ的にもちょうどいいので買ってしまいました。これも気に入ってくれそうですね。このベッドは畳み方次第で、こんな風に屋根なしにもすることができます。さらに折り方を変えると、こんな風に背もたれを高くすることもできます。で、クッションもついています。姫はね、ふわふわな肌触りが苦手なんですけど、珍しいぐーちゃん。珍しく気に入った様子でした。はい、こうして寝室の模様替えが完了しました。前よりね、家具が小さくなったことで、少し歩きにくかった通路も、ほんの少しですが広くなりました。家具の奥行きは10センチ弱ぐらい変わっただけなんですけど、幅も小さくなったので、体感的にはね、だいぶ違いますね。そして、姫の反応はというと、
透明のキャットステップは使ってくれていません。透明だから不安なのかなと思って乗せてもみました。乗せてみるとね、そんなに嫌がる様子はないんですけど、今のところ自分からは乗らないんですよね。猫ベッドはどちらも気に入ってくれました。だけどね、この IKEA の方はね、やっぱりわずかに大きいんですよね。許容範囲かなと思って買ってしまったんですが、万が一ちょっと落ちたら困るので、家具をね、ちょっと前に出して調整してみたりとかいろいろやってみたんですけど、家具を前に出すとせっかく広がった通路が狭くなるしなぁということで気に入っているところ申し訳ないんですが、これは違う場所で使うことにしました。姫の新しい寝床はこちらに決定。無事毎日使ってくれています。今までのキャリーバッグと違って、私が寝ているベッドからも姫の姿が眺められるので、私もすごく気に入っています。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画もよろしくお願いします。